悪霊物語、江戸川乱歩、浪人行師。小説家大江乱道は人形師の仕事部屋のことを書く必要に迫られた。ブリタニカやアメリカナや大百科事典を引いてみたが、そういう具体的なことはわからなかった。乱道はいつも服を作らせている銀座の洋服屋に電話をかけた。そして表の店に飾ってあるマネキン人形はどこから仕入れているのかと尋ねた。マネキン問屋の電話番号が分かったので、そこへ電話した。こちらは小説家の大江乱道だが、人形師の仕事部屋が見たい。なるべく奇怪な仕事部屋がいい。一つ変わり者の人形師を教えてくれないかと言うと、先方は電話口で、えへへへへ、と気味悪く笑った。あなた様はあの恐ろしい怪奇小説をお書きになる大江乱道先生でございますか？えへへへへへへ。それでしたら、ちょうどおあつらえ向きの老人の人形師がございますよ。名人ですがね、そのアトリエには誰も入ったものがございません。秘密にしているのです。しかしね、先生。先生でしたら見せてくれますよ。バテレンじいさんは、いえね、これがその人形師のあだ名でございますが、そのバテレンじいさんはあなた様が好きなのです。あなた様の小説の大の愛読者なのでございます。いつも一度先生にお目にかかってお話が伺いたいと申しております。先生のことならきっと喜んで秘密のアトリエを見せてくれますよ。ひどくお愛想のいい店員であった。バテレンじいさんのアトリエは世田谷の共同にあるのだという。ぜひそのじいさんに紹介してくれと頼むと、電話で先方の都合を聞いてみますからしばらくお待ちくださいと言って一度電話を切ったが、間もなく返事が来た。先生、先方は喜んでおります。今晩7時頃に手がすくから、その頃お尋ねくださればお待ちすると言っております。先生にくれぐれもよろしくと申しました。そこで大江乱道はその晩、共同のバテレンじいさんを訪問することにした。共同の駅で電車を降りて、教えられた道を10丁ほど行くと、街角に大きな石地蔵が立っていた。その向こうは森になっていて、森の脇を歩いていくと、生垣や塀ばかりの屋敷町で、ところどころに草の生えた空き地があった。ぼんやりした街灯を頼りに、やっと目的の家にたどり着いた。ガラスの割れた門戸が、日暮れ門蔵という表札を照らしていた。これがバテレンじいさんの本名なのである。扉もない門を入ってゆくと、草の中に古い木造の洋館が立っていた。こちらの足音を聞きつけたのであろう。玄関のドアが開いて、赤い光の中に小柄な老人のシルエットが浮き出した。赤い光はチロチロ動いていた。老人は燭台を自分の体の後ろに持って
こちらをじっと見ているらしかった。オーエランド先生でしょうな。どうぞお入りください。お待ちしておりました。何かの鳥がさえずっているような妙に若々しい声であった。私がバテレンジじいです。よくおいでくださった。さあ、こちらへお入りください。手を取らんばかりにして、廊下のドアを開き、書斎らしい洋間に障子入れた。部屋にも電灯はなかった。じいさんは辺りの様子を見せるように、太いろうそくの燭台を振り照らしてから、それを机の上に置いた。書棚に得体の知れぬ古本が並んでいた。壁にはレオナルド・ダ・ヴィンチの人体解剖図の大きな複製がベタベタ貼り付けてあった。村役場にあるような粗末な木机と木の椅子。蘭堂はその一つにかけさせられ、じいさんも向かい合って腰掛けた。これは素晴らしい。これはもう、そのまま階段の材料になる。蘭堂はホクホクしていた。じいさんも蘭堂に会えたのがひどく嬉しいらしく、よく来てくださった。何でもお見せします。何でもお話しします。じゃが、その前に一杯いかがですな。上等のコニャックがあります。そう言って本棚の古本の間に入れてあった変な形の酒瓶とグラスを2つ持ってきて酒をついだ。蘭堂がグラスを取って嗅いでみると、なるほど、素晴らしいコニャックだ。ちびりとやってじいさんの顔を見ていると、じいさんもちびりとやってニヤニヤと笑った。人形師の秘密がお知りになりたいのですな。小説にお書きになる。だんだんろうそくの光が目に慣れてきた。じいさんは65、6歳に見えた。黒いダブダブの洋服を着て、痩せて、顔に恐ろしくシワがあった。目は澄んでいた。茶色の瞳だった。顔にも老年のシミが目立っていた。マネキン人形はおがくずと紙を型にはめて外側にビニールを塗るのですか？そういうのもあります。いろいろありますよ。しかし私はショーウィンドウのマネキンなんか作りません。そんなものは弟子たちにやらせます。私は本職の人形師です。子供の自分に安本亀八に弟子入りしたこともある。日本式の生き人形ですよ。桐の木に彫るのです。上から胡粉を塗って磨くのです。これは今でもやりますがね。しかし、何といっても老人形ですね。ロンドンのチュソー夫人の老人形館のあれです。私は今から20年ほど前にロンドンへ行ってあの人形を見てきました。日本の生き人形も名人が作ったやつは生きてますが、チュソー夫人の老人形ときたらまるで人間ですね。生きているのですよ。死体人形なら本当に死んでいるのですよ。大江先生はロンドンへおいでになったことはありません。しかし、チュソー夫人のことは本を読んで知ってますよ。僕もあの老人形は好きですね。皮膚が透き通って血が通っているようでしょう。
そうです、そうです。血が通っています。死体人形なら脈が止まったようです。で、あなたは老人形を作っておられるのですか？そうです。今は老人形が主です。医学校や博物館の生理模型ですよ。病気の模型が多いのです。だが、それはただ金儲けのためです。美術とは言えません。私は模型人形で暮らしを立てて、一方で美術人形の研究をしているのですよ。大江先生は無論ご承知でしょうが、ホフマンの砂男に出てくる美しい娘人形、オリンピア城でしたかね。あれが私の念願ですよ。お分かりでしょう。世の中の青年たちが真剣に恋をするような人形ですね。バテレンジーさんはなかなか物知りであった。ホフマンのナタニエル青年は生きた娘よりも人形のオリンピアに命がけの恋をしたのである。それではジェローム・ケイ・ジェロームのダンス人形をお読みになったことがありますか？ランドーはつい誘い込まれて西洋小説の話を始めた。するとじいさんはニコニコして、読みましたとも。あれは私の一番好きな小説の一つですよ。娘たちのダンスの相手として、いつまで踊っても疲れない鉄の男人形を作ってやる人形師の名人のお話でしょう。私はああいう名人になりたくて修行したのですよ。あの鉄の人形も生きて動き出したのですね。一人の娘を抱いたまま無限に踊り続けたのですね。実にいい話だ。ああいう小説を読むと人形師の生きがいを感じますよ。ジェロームのダンス人形は役が出ていないはずだから、この老人形師は外国語も読めるのであろう。改めて書棚の古本を眺めると、英語でもフランス語でもドイツ語でもない背文字があった。ランドンはなんだか気味が悪くなってきた。目の前のシワだらけの小さな老人が奥底の知れない人物に感じられてきた。老人形はどうして作るのですか？やはり型にはめるのですか？粘土で原型を作ることもありますが、直接実物から取る場合もあるのです。実物カラーとは？食堂のショーウィンドウに並んでいる老製の料理見本をご覧になったことがあるでしょう。あれは実物に石膏をぶっかけて目型を作ることが多いのですよ。そこへろうを流し込んで固め、彩色するのです。人間でも同じことです。ただ、石膏がたくさんいるだけですよ。じゃあ、人間の肌に石膏を塗るのですね。そうです。ご覧なさい。ここに見本がありますよ。ほら、これが私の手です。実物と見比べてごらんなさい。やっぱり本棚の古本の間から開いた人間の手を取り出して机の上に置いた。手首のところから切り取った手のひらである。老人形師は自分の手を開いて、それと並べて机の上に差し出した。小さなシワの一つ一つ、しなびた老人の手の色合いがそのまま出ている。どちらが本物かわからないほどであった。これは私の手に石膏を塗って目型を取ったのです。全身を取るのも理屈は同じですよ。では、
本当の人間から取った全身人形も作ったことがあるのですね。ありますとも。画家がモデルを使うように人形師もモデルを使うのです。モデルはドロドロの石膏に渦まるのですから、あまり気持ちがよくありませんがね。顔を取るときは鼻の穴にゴム管を通して息ができるようにしておくのです。大抵の娘は嫌がりますが、中には石膏に閉じ込められ、抱きしめられるような気持ちが好きだと言って、進んでモデルになる子もいますよ。バテレンじいさんは歯の抜けた口を開けてニヤニヤと笑った。そのアトリエを見せていただきたいものですね。無論お見せしますよ。では、これをすっかり飲んでからアトリエへ行きましょう。今晩はうすら寒いですから、体を温めてからね。老人はそう言ってグラスを取り上げ、ぐっと飲み干した。蘭道もそれに倣った。強い酒が腹に染み渡って体がほてってくるようであった。老人は机の上の食台を持って先に立った。その時、ろうそくの光の加減で机の上に放り出してある老星の手首が少し動いたように見えた。それから真っ暗な廊下を3軒ほど行ったところで、老人は何かカチカチ言わせている。ポケットから取り出した鍵でドアを開けようとしているのだ。この間、電灯会社と喧嘩をしてしまいましてね。電灯がつかないのです。少々暗いが我慢してください。もっとも私は夜は仕事をしませんから、電灯がなくても別に差し支えありませんがね。弁解をしているうちにドアが開くと、彼は食台をぬっとこちらへ差し出して、しばらくじっと蘭道の顔を見つめていた。びっくりしてはいけませんよ。何しろ老人形というやつはちょっと気味の悪いものですからね。警告するように言って部屋の中へ入っていった。蘭道は年がいもなく少し怖くなってきたが、それがまたたまらない魅力でもあった。彼はおずおずと老人の後に続いた。